プラトンです。今回は、努力なんてクソすべての才能は遺伝で決まるについて話していこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速始めていきましょう。すべての才能は遺伝で決まる。僕が調べた限り、遺伝がどれほど才能に影響するか。高いと、ほぼ 100% という記事、文章がありました。そして、低くても 50%。そしてさらに、努力にも才能があるという話も出てきています。僕が調べた限り、遺伝にはものすごい力があります。そして、いろいろな本を僕は見てきました。その全ての才能は遺伝で決まるという事実を知ったとき、人は自分の境遇と向き合うことになります。全て才能で決まるなら努力なんていらない。そして努力にも才能があるのであれば、今まで努力できなかった自分はもう一生努力できない。だったらもっと楽に生きよう。もっと手を抜こう。人生をサボろう。そういった本がどんどん出てきている世の中となっております。それこそ楽に生きる方法を YouTube で紹介したり、努力なんてクソという言葉がどんどん出てきていて、努力する人は頭が悪いって話まで出てきている。そんな状況に今なっていると思います。なので今の世の中は努力に関して嫌悪感を抱く時代になっているのではないかなと思います。確かに才能で全てが決まり、努力すらも才能と言われてしまっては、僕たちはどう生きていけばいいのか、とても考えさせられることになると思います。なのでここから努力、そして才能について考えていこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では次の話に行きましょう。才能を見つける。自分にはどんな才能があるのかを見つけることが大切かなと思います。自分が得意だと思うこと。僕が得意だと思うことは、一番最初に思い浮かぶのは音楽です。歌うことが得意だと思っております。楽器も一応ピアノとギターを少しですが弾けます。そして話し方。いろいろな方とお話しする機会が多いので、話し方もだいぶ生きていく上では会話ができている方ではないかなと思います。そしてダイエット。僕は20キロダイエットしたので、一つの才能だとも思っております。そして習慣。僕は睡眠、食事、いろいろなことに関して習慣づけていることが多くあります。なので、まず今この話した4つは自分の中で才能があるのではないかなと思います。自分の才能を友人に聞けるのであれば、聞くこともいいかなと思います。僕は友人に言われたことであれば、逆境に強い。やるときはやる。そういった言葉をいただきました。そして自分に芯を持っている。誰かを論破するとかそういうわけではなく、自分の中の意見というものをうまく話すことができるということも友人に言われた言葉の一つです。そして最近言われたのは、聞き上手と言われました。これは僕も YouTube を上げて聞くことが大切だよというお話を何度かさせていただいているのですが、ここで聞き上手と最近言われたので、僕はその聞くことに関してちゃんと自分が言ったことを実行できているなと、ちょっと自己肯定感が上がった言葉の一つだったので、言われた時はとても嬉しかったなと感じます。なのでこうやってみると僕は会話について褒められることが多いかなと思います。さらにお金に関しても褒められることが多いかなと。もちろん株式投資だったり土地の話をすることもあります。あとは管理ですね。そういったものも僕は得意な方だと思っていますので、結構友人と話すときにお金の使い方を褒められることも多々あります。お金に関しては随分昔から褒められることが多かったので、お金の話はまたどこかで何かできればいいかなと思います。こういったところで才能を見つけることが大切かなと思います。そして才能を見つけた後、僕たちは何をしなければいけないのかを次話していこうと思います。努力をする。さっきまで努力なんてクソと言っていたのに、努力をするという言葉が出てきた。皆様もタイトルで努力はクソと聞いて、もう努力をしないで何か成功する方法と思って見ている方もいたかもしれません。でも努力をしなければいけないんです。さっき、努力する人は頭が悪いという話が出てきていました。このお話、勘違いしてしまう方が多いと、ちょっと僕は感じております。例えば、努力にも才能があったとしましょう。その話を聞
聞いたから努力するのをやめました。その後どうなると思いますか？才能があるかないか関係なく努力をゼロにすることができてしまいます。才能があるない関係なくゼロになってしまいます。最近の世の中の情報ではやらないことが正しい、努力しないことが正しい、楽をして生きるという情報がいっぱい出ておりますが、僕それは間違いまでは言いませんが、ちょっと言い過ぎなのではないかなと思います。努力する才能がなくても少しずつならできる可能性はあると思います。自分の人生で一番努力したことを思い浮かべてください。そして今現在自分の人生と比べてみてください。あなたは今努力できていますか？できていないのであれば、もっと努力できると思うんです。過去に一番の努力があるのであれば、あなたはその過去に努力したレベルまで努力することができます。そして、ここからは難しいです。自分の人生で一番努力した時を継続することが僕は大切だと思います。そして、僕は今現在人生で一番努力をしていると思っています。自分は。自分の人生で一番努力をして、なおかつ継続もしています。今僕が自信を持って言えることは、努力を継続できている。これが今僕の中で唯一の自信になっていると思います。なので、努力の才能があってもなくても努力をしなくていいという情報に振り回されてしまうと、努力がゼロになってしまいます。やらないという選択が出てしまうので、それは努力をしないという選択を自分で選んでしまっている。その状況を作ってしまうと、なかなか成功するのは難しいのではないかなと思います。それこそ才能があるのに努力をしないことによって全く才能が見えないという状態になって前に進めなくなってしまうと思います。だからこそ努力をすることをやめてはいけないと思います。才能があるない関係なく、努力はした方がいいと思います。なので、ここで僕がさらに言えることがあるとすれば、才能、そして努力を一回忘れて、がむしゃらに頑張ってみるのもいいのではないかなと思います。それこそ、知識はとても大切だと思います。ですが、この努力よりも才能ということを知ってしまった人たちが、努力をしなくなってしまうと、前に進めなくなってしまいます。ですが、この知識を知らずに努力している人たちは、前に進んでいます。果たして、どちらが選択として正しいのでしょうか？知識として得るのは大切です。ですが、その知識を鵜呑みにして、進まないのであれば、その知識はいらないと思います。僕は、凡人です。ずば抜けた才能はありません。だから努力しないのかと言われれば、そんなことはありません。努力をし続けます。そうしなければ見えない才能もあると思うので、僕は努力をするということが正しいのではないかなと思います。そして最後に、才能、努力を学んだ上で知っておかなければいけないことがあるので、次に行きたいと思います。人と比べること。人は誰かと比べた時に自分の才能も努力も無駄だと感じてしまいます。そして自己肯定感が下がり、ストレスも溜まり、頭も悪くなってしまいます。なので、絶対自分と人を比べないで生きてください。自分の才能を見誤ってしまうかもしれません。もっと自分を信じて自分だけの道を進んでください。ゆっくりでも一歩ずつ進んでいけば自分の人生が見えてきます。そして成功できなくても努力したことは無駄ではないと僕は思っております。人生で今一番努力ができたのであれば、それこそ人生で一番努力できたことに成功できたのではないかと思います。なので、いろいろな才能を持っている方がいます。でも、そこと比べるのではなく、過去の自分と比べた時に今どれぐらい成長してるか、それのみに向き合ってください。何度もいろいろな動画で言ってますが、本当にそれが大切なことだと思います。僕も人ですから、何かと比べてしまう時もあります。そうするとやっぱ落ち込んでしまうんですよね。ですが、それは本当たまにです。たまに比べて、ミスったと。こんなことしてはダメだと。もっと自分と向き合って、もっと自分が成長する選択を選ばなければならない。と考えた時に、自分を鼓舞して、さらに努力できるようになると思います。比べるとどうしてもやっぱり、苦痛になってしまうんですよね。もうやりたくなくなってしまう。いろいろなことが。悔しいと感じます。そういう時に。なので、そうならないように、人と比べない。そして、自分と向き合って、自分がどう成長したのかを見るといいかもしれません。僕はいろいろなことを継続しております。ですが、なんか継続するのが辛くなったという時に、僕は過去の継続をする方法みたいなのを話してるんですよ。その動画を見て思いました。今僕は話し方も技術も成長
長しているじゃないかと。昔の僕の動画と比べて、今むちゃくちゃ話し方上手くなってるぞと。それだけではありません。自分の体と向き合って、自分の仕事と向き合って考えた時に、僕は誠意を持って全てのことを実行できているぞと。自信を持って言えます。そうすると、また自信がついて、まだやるぞと継続できると思うので、皆さんも、もし、その努力、才能で悩んでいることがありましたら、コメント欄にください。僕が応援したいと思います。そして、これから継続していく方、継続した後、もし悩んだ時に、またこの動画を見てください。継続できなくなってしまったと感じたら、コメントください。お互いお話ができると嬉しいです。はい、今回はこの辺で終わりにしようと思います。この動画良かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。